そこは色とりどりの花が咲き乱れるなだらかな平原だった。昼は春の日差しと夏の匂いに満たされ、夜は秋の空気と冬の星空に覆われる。地には花々と虫、森には水と緑と獣、そして水場には見目麗しい妖精たち。人石未踏の土地にして永遠の禁足地たる果ての島、その名をアバロン。星の内海、地球という星が持つ魂、その置き場所の別名だ。その花園に人の姿をした者がいる。質素ながら最上級の繊維で編まれたローブをまとった男だ。日差しを透かす虹色の長髪、気負いなく遠方を見据える瞳と姿勢。男は5世紀のもうじき滅亡するであろうある民族の島を後にして自分一人でこの楽園に転移してきた。ある王に仕えた魔術師だったが、王の最後の戦いを前に極めて個人的な女性問題で楽園に逃げ込んだ非人間である。多くの神話伝承に現れる偉大な魔術師たちの頂点の一人になった者、最高位の魔術師の証、世界を見通せる目を持つ人と無魔の根血児、名を花の魔術師マーリンという。マーリンはテクテクと花園を歩いていく。この楽園に果てはないが変化はあるらしい。島の末端に近づけば、そこはブリテンという現実に似た痩せた土地に変わっていた。目の前には荒削りな石で積み上げられた門があった。門にはただ一言が刻まれていた。罪なき者のみ通るべし。マーリンは肩をすくめると避けることなく門をくぐった。途端荒野だった丘は一変する。地面から分厚い石の壁が喫立していき、魔術師を閉じ込めた。マーリンを憎む何者かの仕業らしい。罪なき者のみ通るべし。男が罠と知りながら足を踏み入れたのは、その言葉が痛かったからだ。その時代を全ての顛末を読み取ることができるマーリンにとって、世界は一枚の絵と変わらない。マーリンが最も美しいと感じる絵、すなわち人類のハッピーエンドを望んではいるが、そこに人間への、ましてや一個人への愛情はない。なので幸福な繁栄の名のもとに多くの人命を虫のように消費してきた。そこには善悪も好き嫌いもなかった。だから罪の意識さえなかった。罪なき者とはすなわち地上において自分だけを指すかもしれないと思う程度に。マーリンは人間に手を貸すだけ、王を作るだけ。それによって国がどうなろうと彼に責任はないし、罪悪感もなかった。男は狭い独房の中、一つだけ浮き出た岩の名残に腰をかける。視線を上に上げると、そこには壁に唯一開けられた小さな窓があった。同じ時代であれば、男はどこにいようと世界の全てを見届けることができる。花の魔術師はここまでのあらましを整理して懐に忍ばせていた使い魔キャスパリーグに語りかけた。最後の光景はもうすぐだ。その前にちょっとだけ昔の思い出話をしよう。
けない。ありがとう。あなたが起こしてくれたんですね。昨日は難産で心配しましたが、賢そうな目だ。きっとお父さんのエトのような立派な軍馬になれるでしょう。はいはい、みんなの朝ごはんはすぐに用意しますから。それからエト、あなたのブラシ掛けですね。聞いてくださいエト。昨日やっとエクターから1本取れるようになったんです。いえ、少しだけほんの一歩分押し出せただけですが、過酷な戦場であればあれはもう1本と言っていいのではないでしょうか。でも最近は困った顔を多く見るようになりました。騎士の鏡と言うべきエクターほどの人が暗く沈むのは心配です。あ、すみません。ブラシの手が止まっていました。この前思い切って聞いてみたのです。エクター、悩みがあるなら言ってください。食事の量を減らすこと以外なら何でも力になりますから。やはり足腰ですかと。そうしたら、それはあなたの気のせいでしょう。わしの体はあと10年は健在ゆえ。しかしアールトリア殿、その提案では何でもとは言えませんなと、全く動じる気配もありませんでした。そうですね。きっとまたケイニンさんが問題を起こしたのでしょう。さあ、終わりです。今日も見事な毛並みですよ、エト。遅くなりました、エクター。寝坊です。その元気があれば寝坊とは言えませんな。よろしい。さあ、剣を構えなさい。今朝も手心なく鍛えましょう。5世紀、ブリテン島。この島は今、動乱の中にあった。土地を求めて異民族であるサクソン人たちが海を越えてきたのである。ブリテンは多くの部族とその王たちによって治められた島国だ。部族間のいさかいは絶えなかったものの、侵略者に対して部族の王たちは協力し合っていた。しかし王の一人がこの結束にひびを入れた。名はヒオウ・ボーティガーン。ブリテンの中から生じ、ブリテンを滅ぼさんと生まれた白い竜の化身である。最も偉大とされた王ウーサー・ペンドラゴンはボーティガーンとの戦いに敗れ、その姿を永遠に隠してしまった。かくしてブリテンは暗黒時代に突入する。だが人々は希望を失っていない。偉大な魔術師マーリンがこれも予言通りだと人々に語ったからだ。ウーサー王は後継者を選ばれている。この人物こそ次代の王、赤き竜の化身。新たな王が現れた時こそ円卓の騎士たちは集結し、白き竜は敗れ去る。王は健在なり、その証はじき現れるだろう。それが10年前の話だ。実のところウーサー王の後継者は今年で15歳になる。アルトリア、ケイが忘れ物をしたようだ。今から追いかければ間に合う。町まで出て届けるように。我が兄ながら騎士が槍を忘れるなんてあり得るのでしょうか。騎馬戦は廃れて久しいですからな。わかりました。ケイ兄さんにこれを届ければいいんですね。届けるように。それで今日のあなたの仕事はおしまいです。マーリンだ！マーリンがやってきたぞ！
マーリンが。昨日来たんだ。ついにウーサー王の後継者が選ばれるんだって。国中の騎士が集まってるよ。岩に刺さった聖剣を抜いた騎士が王様になるんだ。誰が抜くのかな。誰が王様になるのかな。そうだったのか。さながら選定の剣というわけですね。ケイ兄さん。おう。あれが選定の剣。聖剣よ、我を選びたまえ。私は王の器ではないということか。あんな立派な騎士でもダメなのか。本当に王は現れるのかしら。誰にも抜けない剣だぞ。あるだけ迷惑な置物だ。王は騎士たちのリーグで決める。それは。もう話は決まった。これがいい落としどころだろうさ。王が選ばれなかったのにですか。目に見えない王の証より手勢や金、力で測る方が人間的だ。利害目的で協力する方が気楽でいいし、誰だって全てを救う神の代弁者なんてもの見たくもなければなりたくもなかったのさ。ケイ兄さんもそう思うのですか。もちろんだ。お前も親父のところに戻れ。他の騎士に見つかればまた女のような細い体では剣もろくに持てまいとからかわれるぞ。いいか、これが最初で最後のチャンスだ。お前はおとなしく家に戻れ。試合で王様を決めるんだって。見に行こうよ。俺たちも行くか。マーリンの予言は嘘だったんだな。誰だって見たくもなりたくもない。なぜアルトリウスという名の男と偽って暮らしているのか。なぜ物心ついた時から剣を習い、国を学び、人としての自身の望みを打ち消してきたのか。決まっている。それは全てこの日のために。王の剣を抜くために彼女は生を受けたのだ。彼女は本当の両親の顔を知らない。理想の王という目的があり、そのために計画され生まれたのが自分だという。実際のところ彼女は亡き父ウーサ王の無念とか願いとか、そういったものに感情移入はできなかった。魔術師の教えに特別な使命感を持ち、感動することもなかった。この15年間彼女を励まし育ててくれたのは養父エクターと義兄ケイトの何でもない毎日であり、町に暮らす人々のにぎわいの声だった。憧れとも愛とも違う。ただそういったものが彼女には良きものに移っただけ。町の一員になりたいとか、その中に混ざりたいとか、そういった望みは持たなかった。時折そういう光景を思い描くことはあっても、冷静に蓋をした。それでは何もかも取りこぼすと心の底で分かっていたからだろう。幼い頃の彼女は聡明ではなかったが賢明だったので、それだけはできないと自分に言い聞かせてきた。人が人として生まれるように、竜には竜に望まれた役割がある。ありがとう、ケイ兄さん。でもごめんなさい。その剣を手に取る前にきちんと考えた方がいい。驚きました。夢の外でお会いするのは初めてですね、マーリン。
悪いことは言わないからやめた方がいい。それを手にしたが最後、君は人間ではなくなるよ。それだけじゃない。手にすればあらゆる人間に恨まれ、むごたらしい死を迎えるだろう。いいえ。いいのかい？多くの人が笑っていました。それはきっと間違いではないと思います。ああ、剣を抜いてしまったか。辛い道を選んだんだね。でも奇跡には代償が必要だ。アーサー王よ、君はその一番大切なものを引き換えにすることになる。あいつが家にやってきたのは5歳ぐらいの時だ。俺じゃない、あいつの年齢だ。一目で将来とびきりの美人になると見抜いたが、親父が兄として弟の教訓になれなんて言うから、そう思うことにした。まあ隠し通せるはずがないとも思ったよ。ウーサー王は次の王に人間ではないものを用意しようと考えた。人間と竜の根血、人の鋳型で生まれる王の化身だな。ウーサー王の血、竜の血、その二つをつなげるために最適な尊い女の血。ロマンスのかけらもない結果だけを残す行為だ。そこに愛があったかだと？あると思うのかよ。そんなことすらわからないからお前は非人間なんだ。こうしてあるとアーサー王は誕生した。魔術世界では概念受体というらしいな。人に竜の機能をつけるとか。どうあれまともな人間には育たないだろうよ、普通ならな。だがあいつはその点が普通じゃなかった。今じゃそれこそ真実味のない話だが、あいつは町にいる娘たちと何も変わらなかった。ただの町娘だよ、町娘。ああ、けど負けず嫌いなのは生まれつきだ。あいつの勝ち負けの基準ってのは情けない自分に対してのものだった。へこたれてもすぐに顔を上げる前向きな精神にも程がある。そのくせ傷つきやすい。素直すぎて物事を受け流すことができなかったんだろうな。そんな奴が10年間親父のもとで厳しく育てられたんだ。そりゃ理想の王にもなるだろう。俺はいい迷惑だったが。選定の剣を抜いた後のことはお前の方が詳しいだろう。修行を終え選定の剣カリバーンを使いこなせるようになった。ようやくあいつは王の名乗りを上げた。11回に及ぶサクソン人との海戦を制し、費王ボーティガーンを討ち取り、この白亜の城キャメロット城が完成した。それから10年、息つく暇もなかったな、お互い。お前は王の補佐と言いつつ女遊びに邁進し、俺は円卓の任務を片手間にして女の尻を追いかけていた。アーサー王は諸侯たちをまとめながらサクソン人との戦いをうまくこなしていった。まあまあ穏やかな知性だと言っていいだろう。先王ウーサーの野望通り理想の王が誕生したわけだ。一方俺の心配は杞憂だった。この後に及んでもあいつが女であることを追求する騎士は現れなかった。結局誰もがアーサー王を心底から認めてはいなかったのさ。理想の王と称えながらその理想が万人を救わないものと気がついた途端、責任を全て負っつけた。その結果がこれだ。アーサー王がローマから戻ってくる頃にはモードレットが挙兵しているだろう。俺はこんな馬鹿げた内輪もめはたくさんだ。適当な理由をつけて
退散させてもらうとも。最後にアーサー王について書簡を聞かせてくれだって。あいつは幼い頃から一日の大半を王としての教育に充てられた。おまけに眠る時間すら馬の世話や村の見回りなんぞに使っていた。あいつの人生にはあいつが守ろうとするものの実体験が全くない。こんな薄ら寒いことがあるか。俺は巨人の首だって口先一つで切り落とす男だが、その俺ですら顔をしかめる。まだ親父と暮らしていた頃、あまりの気持ち悪さに俺はつい口を出した。おい、お前いつ眠ってるんだ。ご心配なく兄上。明け方から日が昇るまでしっかり眠っています。あいつは笑顔で言いやがった。明け方から日が昇るまでときた。3時間もありゃしない。だが後日、知りたくもない事実を知った。あいつは夢の中でさえ無魔であるお前に王の教えを叩き込まれていたのだと。お笑い草だよ。つまるところ本当に眠ってすらいなかったわけだ。だから今この国の終わりを前にしてふと思ったんだ。バカらしい。そこまでしてあいつは何がしたかったんだか。ボーティガーン討伐の後、アーサー王は破壊された城塞都市の復興に着手した。けれどブリテンの未来は暗いままであり、民草の生活は変わらず、人々の心に悪意を芽生えさせている。アーサー王は輝ける王ではなかったのか。彼の言葉に従っていれば豊かな国になるのではなかったのかと。私が責められるのは仕方のないことです。今年も凶作で農作物は他国から買い上げるしかない。またランスロット卿の助けを借りることになる。もともとこの島は貧しいんだ。費用をボーティガーンを撃てば平和になるのだと誰もが思っていた。なのに結果は違う。人間は正しいことを好むが、正しすぎるものは嫌う。アーサー王が人々の理想であり続ける限り、彼らはアーサー王を頼りにし、同時に疎み始める。君はそういったものを飲み込み、あるいは踏み砕いて君臨しなければならない。君に与えられるものは不義と不理解だ。でもそれが多ければ多いほど民草の生活は安定する。私が苦しむほど国は豊かになると。うん、分かっていたことだろう。君はそれを承知で選定の剣を抜いたんだから。はい、その点において私はうまくやっていると自負しています。見ていてください、マーリン。すぐにとは言えませんが、必ずこの島を良き国にしてみせます。伝説に言うアバロンにも負けないよう、きっと。魔術師が間違いに気がついたのはこの時だ。彼女にとって大事なのは王としてのあり方ではなかった。彼女は人々の生活のために剣を取った。王としての尊厳なぞ初めから考えてさえいなかったのだ。戦王ウーサーと魔術師の過ち。彼らが求めたものと彼女が求めているものの差に気づきながら、魔術師は同時に彼女を侮っていたことも思い知った。どうせ統治が続けばこの女の子も後悔する。その時に手を引いてやればいい。そんな思い上がりをしていた己の醜悪さに魔術師は恥じ入り、
今からでも道は変えられないかと模索したが、もう何もかもが手遅れだった。王の力を疑ったことなどありません。あの方こそ騎士の理想の体現。御自らも先陣を切る姿、その背中を追いかけるたびに私はブリテンの良き未来を確信したのですから。ですが一度だけ王の勝利を危ぶみ、王の背中を見送ることしかできなかった戦いがあります。魔竜ボーティガー、それがブリテンを破滅に導こうとする者の正体だったのです。ボーティガーンの放った一撃で兵士たちは蒸発し、我が聖剣ガラティーンは輝きを奪われた。王の聖剣エクスカリバーの輝きもわずかに灯るかがり火のようだった。戦いは数時間に及びました。魔竜はその方向で暗雲を呼び巨大化していった。兵士たちの武器を、死肉を、城塞の瓦礫を巻き込みながら顕現する竜の首。王は知っていたのでしょう。ボーティガーンはブリテンそのものだと。アーサー王、敵はブリテン島全てを肉体とする者。聖剣といえど叶いませぬ。今は撤退を。もう少しだけ手を貸すものだぞ、ガウェイン卿。おう。私と貴公が揃っているのだ。島の感触の一つや二つ、聖剣の担い手なら沈めなくては立つ瀬がない。はっはっ。おう、魔竜の手を封じました。それでこそガウェイン卿。もう片方に塞げばこれで空には逃げられまい。ですがそれではもう武器が。それは最果てより光を放て。その輝く槍は。楚は空を裂き地をつなぐ嵐の怒り、ロンゴミニアド。ボーティガン。愚か者どもめ、暴君を討つためにさらなる滅びを引き寄せるとは。我が弟ウーサーの子よ、お前ではこの国は救えない。なぜならもう神秘の時代は終わったのだ。この先は文明の時代、人間の時代だ。お前の根底にある力は人間とは相入れない。お前がいる限りブリテンに未来はない。呪うがいい。古きブリテンはとうの昔に滅んでいる。王が老人から槍を引き抜くと、老人は城塞を震わすほどの笑い声を上げながら尻に帰りました。戦いの終わりを告げる王の姿はいつにも増して光にあふれていた。あの姿を見届けた者は誰もが王の力に感服したでしょう。それほどあの戦いは神々しかった。未だ国は荒れていましたが、我らにアーサー王がいる限り恐れるものは何もなかったのです。キャメロット城が完成し、円卓の席が埋まり、王はギネビアを王妃に迎えた。ギネビア王妃は真相を知りながらもよく王を支え、王妃として振る舞った。円卓の物語が花開くのはこの時期だ。事実、ブリテンがどれほど荒廃しようと、キャメロットだけは常に笑顔と希望に満ちていた。人々はアーサー王の意向だと信じ、騎士たちは自分たちの努力の賜物だと誇り、王はただ一人現実を見据えて苦悩していた。永遠に咲き続ける花はない。
キャメロットの意向は健在であっても、ブリテンは衰退する一方だった。では国土の荒廃は異民族の侵攻によるものだけではないと？残念ながらね。この島は本土から離れた異邦だ。西暦になり神秘が消えていくこの星で、未だ色濃く寝台の空気を残している。ピクト人や竜、ムマが実在するのもそのためだ。そしてブリテンの人々もこの分類に含まれる。民たちもそうだというのですか？侵略は異民族だけの話じゃない。土地そのものが変えられていくんだ。凶作は君たちが滅びるまで続くだろう。新しい生き方を模索しろと？外来の種を植え、異なる血を受け入れ、島の在り方を変えろというのですか？それも一つの道だと言っているだけさ。何にせよ時間が必要です。維持するにしても変化するにしても、全ては異民族の侵攻を防いでからだ。勝算はあるのかい、アーサー王？無論です。蔵の用意、ブリテンを踏みにじる外敵、その全てを殲滅する。アーサー王が駆け抜けた12の海戦、その終盤、運命の丘に続く旅路はこうして始まった。軍議のない日はなく、野営しない夜はなかった。常に先陣に立ったのは覚悟の表れか。戦いに出るためには多くの民を切り捨てねばならなかった。戦いに出たからには全ての敵を切り捨てねばならなかった。島を守る戦いのために小さな村を干上がらせて軍備を整えるのは常道だった。明日勝つための措置だ。皆耐えてほしい。彼女ほど多くの人間を殺め、多くの人間に憎まれた騎士はいなかっただろう。しかし戦場をかける姿に迷いはない。玉座に身を預ける時も憂いに目を細めることさえない。人の感情を持っていては人間は守れない。その誓いを彼女は厳格に守り続けた。そうして何度目かの勝利の後、アーサー王は人の気持ちがわからないと、円卓の騎士の一人はそうつぶやいてアーサー王の元から去っていった。さらに何人かの名のある騎士は自らの領地に戻っていった。それすらも王は当然の出来事として受け入れ、統治の一部として組み込んだ。自分の領地に立てこもるのなら異民族たちとの戦いにおいておとりになってもらうだけだと。その判断は余計に騎士たちを恐れさせた。見目麗しく騎士たちの誉れであった王はそうして孤立していった。だが彼女の心は変わらない。キャメロットを後にしてから1年、異民族たちとの運命を分かつ決戦においてアーサー王は勝利を収めた。当然の結果である。騎士たちの全てが明日の一生を得るために戦っていた中、彼女はこの戦いに勝利するために全ての軍略を立て決断してきたのだから。もはや滅亡を待つだけだった国はそうして束の間の平和を得た。その後の出来事を語るのはいささか疲れる。彼女は島の秘密を信頼できる秘書官に打ち明け、その解決を試みた。秘書官は島から神秘が失われるのならそれに匹敵する奇跡を手に入れるべきだと進言し、王はその提案を受け入れた。後の逸話に残る円卓の聖杯探索である。王の言う聖杯を求めて
多くの騎士たちが探索の旅に赴き、志半ばで帰還した。そしてアーサー王が玉座をいただいてから10年目の終わり、最後の年、ランスロット卿と王妃ギネビアの不貞が露見した。領地の城に戻り、私の寝室に着いたところで王妃は眠りについた。その頬には涙の跡が刻まれている。他の騎士たちは知るまい。王妃がどれほど王を慕い支えてきたかを。裏切り不貞の悪名を受けた王妃の心は可憐な乙女そのものだ。彼女は今も夢の中で王に謝り続けているに違いない。私は甲冑姿のまま寝台に腰を下ろす。せめてもの忠義としてあの方がローマへの遠征から戻られるまで鎧を脱ぐことはできない。夜は長い。私は王妃に打ち明けられた王の半生に思いを馳せる。彼女の正体を知る者はわずかしかいなかった。彼女は文字通り鉄で自身を覆い、生涯その事実を封印した。無論王の姿に不信を抱く者がいなかったわけではない。だが政権を持つ王は傷つかず年を取ることもない。政権には湖の妖精の守りがあり、持ち主を不老不死にするという。事実王は無敵だった。故に真実王が何者であるかなど追求する者はいなかった。私は異国の騎士だ。愛する女性が窮地に陥ったのなら、国を切り捨てても女の手を取るのがフランス騎士の信条だった。そのことで肩身の狭い思いもしたが、そのおかげで冷静に円卓を見ることができた。王は人の気持ちがわからない。そう言い残してトリスタン卿が去った後、王に疲れが目立つようになった。王妃は王を案じ、私も王の心労を案じた。私たちは語り合い、互いを認め頼るようになった。そして私は王の正体を知り、王妃の孤独を知り、自らの未熟さを知った。あの瞬間、私を支配したのは怒りだ。あれは清らかなるものすべてへの怒りだった。私はあの時ブリテン島そのものにどうしようもない憤りを感じたのだ。秘書官にまで上り詰めた騎士アグラベインは王の正体を知っていた。知った上で利用し、王妃をも脅していたのだ。王妃を侮辱されたことが私を最後の決断に走らせた。私は多くの騎士を切り伏せ、友たちの命を奪い、自らの領地に逃げ込んだ。私は不貞を働いた裏切り者であり、騎士を名乗ることさえおこがましい獣に落ちた。それでいいと心の底で叫ぶ男がいた。私は愛する女を取ったのだから。だが王は許すと言った。我が友、我が誇り、我が理想の騎士よ。貴公の行いであるのなら必ずや誠があろう。
私はそれを信じている。そう記された免状を見たとき、私は自らの魂が狂い、ただれ落ちる結末を予感した。ありえない。だが王は本気で許している。祝福している。私と王妃を。もし自分も王と同じ立場であれば、裏切り者を許すことができるだろうか。いや、その前提は間違いだ。王は前提からして我々とは違う。人ではないし、人として育てられなかった。そうありながら、あのお方は人として正しくあろうとしている。人間としての幸福を知らない者が、人々の幸福を愛しているのだ。まさに化け物。ボーティガーンを上回る怪物だ。そう。逃げたのは恐ろしいからだ。王を今でも尊敬し、敬愛している。だがあれを人間としては容認できない。してはならない。あのあり方を素晴らしいなどと片付けては、それこそ城を去った騎士と同じだ。今胸中に生まれた恐怖はいずれ怒りとなり、憎悪となり、永遠に理想であり続けるあの王を呪い続けるだろう。忌まわしい未来ではあるが、私のような男にはそれが当然の報いなのだ。厳かな夜明けだった。港は大船団の出立の準備で上を下への大騒ぎだ。彼女と魔術師はそういった人々の喧騒から切り離された鳩場で最後の会話をしている。いよいよローマへの遠征か。ええ。まずは一撃。その後に交渉を。まったく。負けず嫌いなのは相変わらずか。こちらも積もり積もった文句がありますから、容赦なく吹っ飛ばしますとも。その後、彼らが面食らっているうちに条件を持ちかけ、和平を約束させてきます。それがいい。でも、ブリテンはいずれ滅びる国だ。というか、もう滅びている。なんて僕が言ったら、君はどうする？いつもの悪い冗談だと怒ります。ブリテンは滅びません。そのためにできることをしてくるのです。そうだった。近頃は忘れっぽい。私も人間のことは笑えない。うん。ほんのちょっと前なのに、随分と昔の話の気がする。ウーサーと僕は理想の王を作った。それはうまくいったと思う。でもその後は予想通りにはいかなかった。僕らは理想の王を目指した。君は人々の幸福を目指した。初めから見ているものが違ったんだ。その違いにもっと早くに気がつけばよかった。マーリン。いいんだ。君はそれでいい。出港の時間です。すまない。私はここまでだ。ちょっとヘマをしてね。しばらく身を隠さないといけないんだ。女性関係の揉め事は控えるようにとあれほど言ったのに、そこだけは何年経っても治りませんね。私の生きがいだからね。花がなくて何が人生だ。まったく。得意げに語る魔術師に彼女は温かな微笑みを向けた。そうだ、魔術師は今まで何度も彼女の笑顔を見届けてきた。けれど彼女が自分のために笑ったことはない。
この少女は人々が幸福であることを見て嬉しそうに笑うのだ。ありがとう、マーリン。あなたに感謝を。私にとってあなたは偉大な死だった。私はあなたのように異性と関わることはありませんでしたから、この気持ちが何なのか言葉にできないのですが、あなたがいてくれたこと、あなたが私に付き合ってくれた年月を得難く思う。もしかしたら私はあなたに恋をしていたのかもしれません。頬を染めることもなく、乙女のように恥じることもなく、彼女は見当違いの考えを誠実に心を込めて口にした。無論それは恋ではない。人としての生活を経験しなかった彼女が今まで伝え聞いた範疇において最上の感謝を見当違いの言葉に置き換えただけだ。最後の会話は終わった。船は王を乗せて黄金の海に出る。それを見送りながら魔術師は独白する。私には人間の愛はわからない。アルトリアは人間の愛をまだ知らない。そんな二人が互いに恋を口にするなんて皮肉にも程がある。いや、それも当然の結果かな。非人間な者同士が人間の真似事をしてみたんだ。噛み合うはずがなかったのさ。大勝利だ。これで戦いはおしまいだ。帰ったら早速畑を耕さないとな。ああ、家族が待っている。ローマと条約は結べた。私が生きているうちは攻めては来ないだろうが。モードレット卿、反乱の知らせ。7の士族、8の諸侯は逆賊に賛同。キャメロットは陥落したとのこと。それが彼女の功への報いだった。モルガンの子にしてアーサー王の写しみである移民をモードレッド。いや彼女はアーサー王の留守中に反乱分子をまとめ上げ、キャメロットを落とし、旗艦の都にある王の軍勢を壊滅せんと海岸線に布陣していた。後の世に言うだろう。アーサー王最後の戦い、騎士道が花と散った黄昏の戦場、多くの輝きが途絶えた屍の石踏み、カムランの丘の戦いと。ローマ遠征で疲れ果てた王の軍をモードレッドの軍は陣形を構えて待ち構えた。アーサー王とその側近たちが上陸できたのはブリテンに残っていたガウェインとケイの助力があったからだ。戦火は島中に広がり、国土は取り返しのつかない傷を負った。その過程、撤退と追走を繰り返しながら彼女は反逆の理由を知った。モードレッドの謀反に賛同した兵士たちは何もアーサー王を憎しで団結したのではない。終わることのなかった戦乱、痩せた大地、ひもじさで命を落とす子供たち。彼らはずっと耐えてきた。これ以上は耐えられないと常に訴えていた。明日勝つための措置だ。皆耐えてほしい。彼女はそう騎士たちに語ってきた。王は確かに理想の王だった。人間として正しく清廉潔白に生きることを皆に課した。その果てに必ず豊かな国が訪れると。だがそれはいつまで、その忍耐はいつまで続ければ報われるのか。みんなもうとっくに限界だった。私だけが一人で平気だったんだ。理想の王はしかし理想であるからこそ人々の弱さを測れなかった。客観的に見れば誰にでもわかる。彼女の心は
この時に折れていたのだと。7日目の朝、戦いはカムランの丘に到達した。両軍の激突は夕暮れまで続いた。自軍も敵軍も死に絶え、もはや生きている者は数えるほどの屍の山。血にまみれたカムランの丘で、彼女はある騎士の言葉を思い出す。王は人の心がわからない。その通りだと認めながら、彼女は折れた心をつなぎ合わせて槍を握る。政権はとうに輝きを失っていた。彼女の心が折れた時、地上の星は冷え切ったのだ。もはや戦場に残った騎兵は2つのみ。王の前に現れたのは異形の甲冑、血にけぶる剣、クラレントを引きずる騎士の姿は勇気そのものだ。国を奪い兵を殺し、形のないものに飢えた勇気は語る。ようやくだな、アーサー王。モードレットか。長かった。ここにたどり着くまで長く戦場をさまよった。どうだ、あなたの国はこれで終わりだ。終わってしまった。私が勝とうとあなたが勝とうと、もはや何もかも滅び去った。なぜ自分に王位を譲らなかったのか。なぜ自分を息子と認めなかったのか。なぜ自分はこんな形で産み落とされたのか。なぜ答える。アーサーの清掃が反逆者の臓腑を焼き刺し吹き飛ばした。反逆者の魔剣は王の兜を砕き頭蓋を割り、その片目と余命を奪った。アーサー王アルトリアは膝を折り、もう意味のない政権を杖にして丘となった騎士たちのムクロを一望した。おそらく誰も見たことのない素顔。必死に唇を閉ざし、涙しようとする己を抑えて、悲しみで呼吸を詰まらせながら、彼女はブリテンの終わりを見下ろし、慟哭した。私は多くの戦いを起こし、多くの命を奪った。だから私は誰よりもむごく死ぬと、誰からも憎まれて死ぬのだと受け入れていた。鬼、滅びるのは自分だけではなかったのか。愚かな死を迎えるのは愚かな王一人だけではなかったのか。これはない。こんなはずじゃなかった。こんな終わりを私は求めていたんじゃない。ブリテンが終わるのは分かっていた。でもそれはもっと穏やかな眠るような終わりだと信じていたのに。これは違う。断じて違う。私の死は容認できても、この光景は容認できない。失意の底にある彼女はその声を確かに聞いた。機会を用意する、その願いの成就と引き換えにその死後をもらい受けたいと。それが何を意味するのかわからない彼女ではなかったろうに。それでも王はすがってしまった。この滅びを回避できるのなら何を代償にしても構わないと。ああ、悪辣な奇跡が彼女の思いを救い上げる。王はブリテンの滅びを憎むあまり、
自らの救いを拒絶した。王にとっての聖杯探索はこの時に始まった。彼女は未来永劫救われることのないループに落ちたのだ。そうだった。閉じ込められていたんだっけ、私は。なんと武骨な檻だ。この檻を編んだ術者はさぞ細かな仕事が苦手と見える。男は肩にかけていた杖を手に取ると、杖の頭で床を叩いた。瞬間、塀の作りはより強固なものに、たとえ世界の終わりであろうと壊されない戦闘になった。出入り口に当たるものはない。この塔はもはや外界と関わりようのないウテナになったのだ。魔術師はここで一人、生きたまま己の罪を見届ける道を、なんとなくその場の気分で選んだのだ。男は岩に座って窓を見ている。滅びの丘を見つめている。彼女がどのような状態に陥ったのか、男は正確に把握している。彼女は願ってしまった。ブリテンの、いや、失われた人々の救済を。その結果があれだ。王はカムランの丘にとどまり、死の淵であらゆる時代に召喚され、幾度となく聖杯を求めている。おかしな話だが、今の彼女は生きながらにして英霊なのだ。そして聖杯を手に入れてしまえば契約は成立だ。彼女は死後守護者として戦い続けることになるだろう。それならそれで仕方ないと男は思う。けれどある事柄だけは容認できない。あの少女が聖杯に何を願うかなんて推理するまでもなく分かっている。彼女はいつか必ず選定の日のやり直しを望むだろう。それは自らの存在の否定だ。アルトリアという少女のこれまでの戦い、苦しみを消し去ってしまう契約。その願いだけは非人間である魔術師にも間違いであると断言できる。同時に私は彼女の性能を知っている。何があろうと必ず聖杯は手に入るだろう。聖杯が手に入れば彼女は望みを叶えるだろう。救いのない未来を待つというのはこんなにも苦しいものだったのか。花園に時間は積もらないが、今は時間が止まったかのようだ。一秒一秒が耐え難い永遠に感じられる。一秒一秒が目を背けたい刹那に感じられる。そして戦いは終わり、血のように赤かった夕日も沈み、今では夜の闇が戦場を支配していた。亡骸で埋め尽くされた丘を騎士は息を切らして走っていた。騎士の手には手綱が握られ、傷ついた白馬が懸命についていく。生き残ったのは騎士とその白馬、そして白馬の背に倒れ伏した一人の王だけだった。お気を確かに。あの森までたどり着けば必ず。騎士は血に濡れていない森を目指す。
彼は王の不死身性を知っていた。故にどこか清らかな場まで抜けられたのなら王の傷は癒えるのではと信じたのだ。否、そう信じるしかできなかった。彼は国に仕えたのではない。彼はこの王だからこそ剣を預け、力になろうと邁進し、若輩の身でありながら王のこの絵にまで上り詰めたのだ。素顔の見えない王、私情を隠し公平無視であろうとした少年。身近にまで行けば王の素顔が見られるのではと期待した。だが彼が知ったのは彼の期待とは裏腹の事実だけ。かの王が自分のために笑ったことなど一度もなかったのだ。それに怒りを覚えたのはいつからだろう。騎士はいつかこの王の芳背に光が与えられることを願うようになった。だが王はまだ孤独のまま。故に騎士は王の死を拒み続けた。たどり着いた森で騎士は王の体を大樹に預けた。王、すぐに兵を呼んでまいります。どうかそれまで辛抱を。ベリビエール。王、意識が戻られましたか？うん。少し夢を見ていた。夢ですか？そうだ。あまり見たことがないのでな。貴重な体験をした。それは。ではどうぞお気遣いなくお休みください。私はその間に兵を呼んでまいります。おう、何かご無礼な点でも？いや、そなたの言い分に驚いた。夢とは目を覚ました後でも見れるものなのか。違う夢ではなく、目をつむればまた同じものが現れると。はい。強く思えば同じ夢を見続けることもできるでしょう。私にも経験があります。そのようなことはない。夢とはもともと一度きりで連続しないものを言う。それでも騎士は偽った。これが最初で最後の王に対する不正と詫びて。そうか。そなたは博識だな、ベリビエール。ベリビエール、我が名犬を持て。よいか。この森を抜け、あの血塗られた丘を越えるのだ。その先には深い湖がある。そこに我が剣を投げ入れよ。おう、それは。行くのだ。ことを成し得たのならばここに戻り、そなたが見たことを伝えてほしい。そうして騎士は3度にわたり剣の返還をためらった。騎士は王を惜しむあまり剣を捨てられず、湖からきびすを返し王のもとへと立ち返る。だが王はそれを見抜いていた。剣を捨てたと告げる騎士に王は
命を守るがいいとだけ返答する。だがそれも終わり、もはや王の意志を変えられぬと悟った騎士は3度目にして剣を湖へと投げ入れた。聖剣は湖に帰る。3度にわたり丘を越えた頃、森は朝日にけぶっていた。戦場跡は遠く、血塗られた戦いの面影などない清らかな薄もやの中、湖に剣を投げ入れてまいりました。剣は湖の婦人の手に確かに。そうか。ならば胸を張るがよい。そなたはそなたの王の命を守ったのだ。すまないな、ベリビエール。今度の眠りは少し長く。見ているのですか、アーサーを。夢の続きを。天は遠く、晴れかかった空は青い。戦いはこれで本当に終わったのだ。つぶやいた言葉は風に乗る。眠りに落ちた王は果てのない青に沈むように遠い遠い夢を見た。よし！美しい！なんて奇跡だ！どうなっているんだこの世は！まさかこんな結末があるなんて！何があったかは知らないが、話は丸く収まった。彼女は長い聖杯探索の末、自らの運命を良しとした。戦いに疲れ、諦めての脱落ではない。彼女は間違いなく聖杯を手に入れ、そして、自分の意志で否定したのだ！誰が何と言おうと、王は最善の道を選んだ。滅びであったとしても、この結末に間違いはない。その人生は誇れるものであったのだと。それを最後に彼女が受け入れてくれたのなら、もう外に出る必要はない。君が目指したもの、君が残したもの、君が私に与えたもの、それら全てが私の報酬だ。しかし、あの強情な娘が負けを認めるとは驚きだ。よほどおかしな出会いがあったんだろうな。いつの時代かわからないが、私に見えるものは今だけだ。せめて未来であれば、事の顛末ぐらいは楽しめるのだけど。ありがとう、マーリン。あなたに感謝を。私にとってあなたは偉大な父だった。あの時は参ったな。あんなどうでもいい言葉がこんなに辛く聞こえる時があるとは思わなかった。それも自業自得か。もう見るべきものは見た。いや、十分すぎるほど美しいものは見た。さあ、お行き、キャスパリーグ。僕はここでいい。お前は自由に、本当に美しいものに触れてきなさい。魔術師は何の考えもなく、最後の同居人を窓から離した。世界で最も遠く
閉ざされた牢獄。しかし外界のどこよりも花咲き誇る変わることのない記憶の園、楽園の庭、ガーデン・オブ・アバロン。死ぬことも忘れた男はここで星の終わりを待ち続ける。王の物語はこうして楽園の果てで語られることになった。